いやー、参っちまったね。あ、英語でそうか、始まるよ。イェイイェイイェイ。はい、やりましょうか。はい、皆さんこんにちは。英語でそうかでございます。いつもありがとうございます。こんなね、ニッチなチャンネルをですね、ご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。感謝しております。いろんなテーマでいろんなことを取り上げておりますので、ご興味のあるものをぜひご覧になっていただきまして、ああ、なるほどな、こんな捉え方なんだなとか、何かご自身の心にストンと落ちるような自分の生活に活かせるものが見つかればすごく嬉しいなというふうに思いながら発信させてもらっております。今回はですね、タイトルにもありますけれども、特に夫婦間の悩みについてっていうのをテーマに、いくつか新人間革命という書籍の中にあるものを中心に取り上げさせていただいております。本当にですね、この人間革命、新人間革命っていうこの書籍はですね、もうありとあらゆる人の悩みというのが書かれていますので、こうやって一つのことをテーマにして引っ張ってくるっていうこともできるわけです。はい。あんまり引用ばっかりしてしまっていると、もうそろそろ学会本部に本気で怒られそうですので、もしご覧になったことない方はぜひともお手に取ってみていただければ、話の流れがわかるともっと面白いと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということで今回はくまさん、いつも出てくるくまさんとうさぎさんというのが出てきませんが、そうですね、出そうと思えば出なくもないんですけれども、はい、たまにこうやって本体がボソボソと喋りますので、よろしくお願いします。滑舌が良くないんで舌足らずなもんですいませんけども、よろしくお願いします。まず一番最初に出てくる引用箇所っていうのは、これは本当は嫁姑の話なんですけれども、このテーマにも非常に合ってるんじゃないかと思いましたので、引用させていただいております。はい、それではよろしくお願いします。どうぞ。人間には完璧な人はいないし、また全て満たされた理想的な生活環境というものもありません。しかしあなたは、妻である自分はこうあらねばならない、姑はこうあるべきだ、あるいは生活環境はこうでならなければならないと、自分の頭の中に理想的な基準を作ってしまっているように思います。そしてその観念の物差しに現実を合わせようとする。ところが現実というものは理想や観念の尺度にきちんと合うことはありえない。するとここが悪い、あそこが悪いとなり、失望が重なって不平や不満だらけになってしまう。一つ大切なことは、結婚すれば幸福になれると考えるのは誤りです。確かに結婚によって一時は幸せであると感じるかもしれない。しかし長い人生には何があるかわかりません。結婚したことによって辛い苦しい思いをしなければならないケースもあります。結婚生活を幸せなものにしていくかどうかはその後の夫婦の努力次第です。また結婚し環境が変わったからといって自分の宿命が変わるわけではありません。どこで誰と暮らそうが、病気の宿業があれば病気で苦しまなければならないし、経済苦の宿業があれば経済苦で悩まなければならない。だからその宿業をどう打開していくかです。そしてどんな苦悩にも負けることなく堂々と乗り越えていける生命力を培っていくことです。その源泉となっていくのが信心なんです。故に幸福になれるかどうかの鍵は信心にある。これは本人が決めるしかない。周囲が別れなさいとか別れてはいけないとかいう資格もないし、離婚したから信心がないなどと言ってはならない。全部本人の自由です。戸田先生も主人とうまくいかないがこのまま我慢してやっていった方がいいでしょうか、別れた方がいいでしょうかと質問されて、夫婦の中にまで入るわけにはいきませんと答えておられた。別れるなというのでもありません。別れろというのでもありません。
ただそういう夫を持たなければならないあなたの宿業が打破されない限りは、その人と別れてもまた同じようなことで苦しむのです。同じく苦しむなら今の亭主で間に合いそうなものではないかと教えられたのです。両親の仲が良ければそれに越したことはない。しかし両親が離婚したから必ず子供が悪くなるとも言えない。むしろそういう苦難の中からより立派に成長した人もたくさんいます。要は自分自身が自分の立場で自分を見つめきって人間革命に挑戦し抜いて、その上で自分で決めることです。もしか離婚した場合はくよくよしないで貴重な勉強だったと思って前以上に交付に頑張っていけばいいんです。またそういう人を周囲が温かく応援してあげてほしい。そして母と子、父と子だけであっても寂しがらないで、その分たくさんの友達を作ろうというくらいの大きな気持ちで生きていただきたい。そもそも完全に成功した結婚なんてほとんどないと言われている。99% は失敗だという人もいる。外からは羨ましいような家庭に見えても、内実は悩みがいっぱいというのが現実でしょう。モンテーニュだったか、王国を統治するよりも家庭内を治めることの方が難しいと言っている。だいたい夫婦とも同じぐらいの境外だから喧嘩になる。妻や夫を自分の子供のように思えるようになったら境外が段違いだから喧嘩になりません。ガミガミ言われても、お、まだ元気だな、生きている証拠だというくらい楽しく朗らかに生きればいいんです。大境外になればギャーギャー言われても小鳥のさえずりのように聞こえる。夫婦といっても元は他人です。他人なんだから忍耐して理解しようと努力しないとうまくいかない。一緒に生活しながら家庭を守り、仕事をし、子供に教育を受けさせていく。二人で人のためにも尽くしていこうとする、その忍耐の二次が必要です。幸福の裏付けには忍耐がいるのです。忍耐のない幸福を夢見る人が多い。しかしそれは夢です。夢はどこまで行っても夢であり、おとぎの世界です。幼稚なイージーな人生です。それで多くの夫婦が破綻してしまう。幸福を追い求めていながら不幸になってしまう。淡々と一緒に建設しようという努力、一緒に進んでいこうという忍耐、それがあって本当の愛情になっていくのです。本当の愛情は永遠に一緒に生きたいということです。結婚して25年経ってより以上に深い愛情を持てるのが本当の結婚です。愛情は深まるものです。深まらない愛情は単なる好き嫌いの次元なのです。家庭を明るくすることです。自分がいればどんな時も明るくする、そう決めることだ。自分が太陽になればこの世に闇はないんです。一人が太陽になれば一家全部が照らされるんです。毎日苦しい思いをしてきたんですね。辛かったでしょう。でもあなたにはご本尊があるではありませんか。信心というのは生き抜く力なんですよ。ご主人と別れて日本に帰るかどうかはあなた自身が決める問題です。ただしあなたも気づいているように、日本に帰れば幸せが待っているというものではありません。どこに行っても自分の宿命を転換できなければ苦しみはついて回ります。どこか別のところに行けば幸せがあると考えるのは、西方10万の句の仏国土の彼方に浄土があるという念仏思想のようなものです。今自分がいるその場所を上寂光土へと転じ、幸福の宮殿を築いていくのが日蓮大聖人の仏法なんです。そのためには家庭の不和に悩まなければならない自らの宿命を転換することです。自分の境外を革命していく以外にありません。自分の境外が変われば自然に周囲も変わってきます。それが会承不二の原理です。幸せの大宮殿はあなた自身の胸中にある。そしてその扉を開くための鍵が信心なんです。真剣に信心に励むならば、
あなたも幸福になれないわけは断じてない。まずそのことを確信してください。そして何があっても明るく笑い飛ばしていくんです。ご主人だって奥さんがいつも暗くメソメソして恨めしい顔ばかりしていたのでは嫌になってしまいますよ。また言葉が通じなければ家族の間でも誤解が生まれてしまいます。ですから一日も早く英語をマスターして誰とでも意思の疎通を図れるように努力してください。これも大事な戦いです。ともかくご主人やご家族を憎んだり恨んだりするのではなく、大きな心でみんなの幸せを祈れる自分になることです。あなた以外にもこのハワイには同じような境遇の日本女性がたくさんいると思います。あなたがご家族から愛され、慕われ、太陽のような存在になって見事な家庭を築いていけば、日本からやってきた婦人たちの最高の希望となり、模範となります。みんなが勇気を持てます。あなたが幸せになることはあなた一人の問題にとどまらず、このハワイの全日本人女性を蘇生させていくことになるんです。だから悲しみになんか負けてはいけません。強く強く生きることですよ。そしてどこまでも朗らかに堂々と胸を張って幸せの大道を歩んでいってください。さあさあ、涙を拭いて。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。